ダメだな、これは。おはこんばんは、オリーブです。今回はエブリーのワイパーのゴムだけを交換していきます。そしたら素人整備始めていきます。はい、なんで今回ワイパーのゴムを交換するかというと、ワイパーのゴムが切れたからですね。右の方のゴムが切れたので、状態を見てみます。ワイパーを持ち上げて、手前にして、ここを奥に押していきます。こんな感じですね。押しながらこっち側に押してあげればワイパーが外れますね。こんな感じです。ワイパーを外したら手前に起こしたここの部分を戻しておかないと何かでぶつけたりして勢いよくガラスに当たって割れることがあるみたいなので、取り付ける直前まで戻しておいた方がいいかもしれません。はい、これが外したワイパーですね。さっき押していたのがここの部分ですね。ここに押すところがついてますね。映像を止めてみると矢印のこの部分が押せるようになっています。こんな感じでつまんで押して外しました。で、ワイパーの状態ですが、こんな感じでゴムの部分が完全に切れちゃってますね。なので、このゴムの部分だけを交換していきます。ゴムだけ交換できるってわからなかった頃は、ワイパー丸ごと買って交換してましたね。で、このゴムがついてる仕組みなんですが、このワイパーブレードにワイパーゴムを固定する爪みたいなのがついていて、それで固定されてるだけですね。拡大して見てみると、ここについてるのがその爪ですね。なので、ゴムを引き抜いてやれば簡単に外れますね。だいたい6箇所ぐらいで固定されてますね。そしたら実際に引き抜いていきます。こんな感じでワイパーゴムの方外すことできましたね。ワイパーゴムを近くで見ると、このワイパーの溝の部分とワイパーブレードのガイドを合わせて、こんな感じではめる仕組みになってますね。このワイパーゴムは片側からしか入んないようになってますね。反対側を見てみると、ワイパーゴムの端が太く作られていて入んないようになってますね。なのでワイパーゴムを入れるときはこちらと反対側から入れていきます。そしたらあとは新しいワイパーゴムをつけるだけなんですが、ちょっと錆がひどいので錆を落としてから新しいワイパーゴムをつけたいと思います。よし、そしたら錆を落としていきます。簡単でいいかな。適当な缶スプレーで塗装していきます。はい、そしたら塗装の乾燥を待ってる間に新しいワイパー見ていきます。こんなでっかい箱なのにちっちゃいな。新しく買ったワイパーゴムがこちらですね。ガラコワイパー替えゴム 400mm ってやつですね。このエブリーは前側のワイパー左右とも 400mm なんですよね。メーカーとかにこだわりはありません。なんとなくこれを選びましたね。そしたら開けていこうかな。まずは新品のワイパーゴムのカバーみたいなのを外していきます。もう一個ついてるので外していきます。カバーみたいなの外すと針金のところ外側に飛び出てきちゃいそうになるんで、指で押さえながらやった方が良さそうですね。こんな感じではめていきます。そしたら最後にこの端の方にこんな感じで溝が掘られているので、ここにワイパーブレードの爪をはめていきます。これでワイパーゴム交換できましたね。ワイパーの取り付け方向ですが、このゴムがついてる方をガラスの方に向けて取り付けるのはわかると思うんですが、この真ん中に四角い方と丸い方があるんですが、この丸い方を手前側に向けて取り付けていきます。で、ここの真ん中のパーツ結構自由に動いちゃうので、表裏どちらでもここについちゃうんですが、この突起がある方をワイパーの先端のこの四角い溝のある方に向けて取り付けると、こんな感じでしっかり固定できますね。反対につけるとこんな感じでカチッとロックした音が鳴らないので、しっかりはまってない時は音でわかると思います。そしたらはめておいて、塗装したワイパーも乾いたかな。乾いてるね。よし、そしたら塗装したワイパーブレードの方もワイパーゴム交換しちゃいます。
よし。説明しなければ、本当両側5分もか、3分ぐらいで終わる？うん、3分ぐらいで終わると思います。3分もかかんないかな。OK。ちなみに有名な YouTuber の方が言っていて参考になったんですが、このワイパーの金具、配線通しに使うと便利だそうです。なので、道具箱に入れておこうと思います。ということで、今回の動画はここまでです。本日もここまでご視聴ありがとうございました。